君はまだヤクモを知らない。紙芝居の題名みたい。まずヤクモとは、R18 ソシャゲヌカーニバルにて主人公エイト君が一番最初に出会う眷属です。心優しく内気で垢抜けない青年でありますが、実はかつて村一帯を滅ぼした大蛇大蛇の末裔であるという設定なんですね。キャラ属性的に言えば内気敬語年下攻めって感じですね。年下かどうか概念なんですけど、外見年齢が21歳か22歳っていう設定が公式であるんですけど、それ外見年齢ってはっきり書かれていて実年齢ではないという風に定義されています。そしてエイトとの関係値なんですが、少年とお兄さんのような関係性です。これが概念年下であるゆえん、彼は本編軸でエイト君に筆下ろしをしてもらってます。攻めのヤクモはこの関係を本気にしているんですが、受けのエイトは本気度があまりないみたいな、そういうカップリングですね。本気にしちゃっとったんや。そう、ヤクモはガチ恋だという風にね、よくからかわれていますね。そうなんや。アプリリリース当初からヤクモの成長に酔わせるような触れ合いがよく実装されてきました。泣き虫で内気な攻めがちょっとずつ強気になるみたいな、年下攻めに関して言えば王道ですよね。マジでスパダリになるとかじゃなくて、くよくよとイケイケを一つのカードでやって、また次のカードではくよくよしてるみたいな。くよくよは治らないですっていう。くよくよ一緒。そしてふとした時に独占欲や嫉妬を見せる、いわゆるヤンデレ風の青年にもなっております。めんどくせー。で、そうですね、覚えておりますでしょうか。ヌカーニバルリリース直後初めての限定イベントで、ここでの触れ合いの話をさせてもらうんですけど、そこでもうすでにその嫉妬がどのぐらいめんどくさくてやばいのかっていうのが開示されておりまして、エイト君の過去の男に嫉妬して、僕とその人どっちがすごいですかとかって聞いたりその人にここまでされたことはありますかとか聞いてやばい一面見せてたんですけど、エイト君はそのヤクモの質問に対してそりゃあるよって答えたんですよ。ヤクモ君はね、もうそりゃもうキーッとなってエイト君が困るような質問をちょっと続けちゃうんですね。しびれを切らしたエイト君がバカ野郎お前の方が気持ちいいよって言って返事をして触れ合いがありました。でこれね、今ならね、そりゃあるよって答えたエイト君の言動納得なんですけど、エイト君の性格から見て、当時はこれ初めてのピックアップイベントで本編も途中までしか進んでないわけですから、もうびっくりしてびっくりだな。だってこういう時受けはヤクモが一番だよ、だから早く入れてみたいなことを言うもんだと義務教育で習いませんでしたか？ある程度の義務教育本ではそう紹介されておりますね、きっと。で、このエピソードからもこのカップの空気感、本気の攻めと本気じゃない受けみたいな、こういう関係性を感じられますよね。そしてヤクモの触れ合いではね、実は必ずと言っていいほどヤクモの泣く姿が描かれています。泣いちゃった。泣くんですよ。泣き虫な男の子が好きな人にはたまらない仕様となっておりまして、こちら驚異の泣き率なんですけど、SSR が、今は6枚7枚13部屋ある触れ合いスチルのうち泣いている描写があるものは、7部屋という半数以上に当たる結果になりました。最近も泣いとんやな。そうですね、最近も泣いてます。まあね、私はね泣いてるヤクモが好きなのでね、良かった SSR の話をしていこうかなと。ヌカニがリリースされて初めての夏、初の大型イベントが開催されました。踊って歌って王国一の人気を取って Spotify にも楽曲配信されましたね。やったね。で、涼しげな衣装と熱いシナリオも含め素晴らしいイベントでしたね。そして素晴らしい触れ合いなんですけど、すいません、ほぼおねしょたです。実際こんな会話はしてないんですよ。してないんですけど、もう聞こえてくるでしょ。ヤクモの声で、エイト君の声で、さだなみとともにこのセリフが海辺でやったのね。この触れ合いストーリー5部屋通していい話で、ヤクモのセットとの関わりの話がちょっと進展して、ヘビ族の古代語についてなどちょっと冒険もありで、夏休みスペシャル OVA って感じでしたね。キラキラした夏を過ごした次の季節、ハロウィンイベントから彼らの関係に変化が訪れます。ヤクモのヤンデレの急激な悪化、ヤクモに傷を負わされるんですよ。で、ヤクモ自体元からね、ヘビの性質を持っている属性としては、いわゆる毛は生えてないけど、この時から触れ合いではヘビのような牙だったり、ヘビのように長い舌だったりっていう描写が入ってきます。ヤクモが興奮した時にヘビ要素が出るっていう。で、ヌカニは R18 ゲームなので、血液とかね出ても不思議じゃないですよ。こっからね、遊んでるつもりのエイト君と本気のヤクモの差がもうはっきりと浮き彫りになってきました。そんなのエイト君も鈍感じゃないので、本気にしてるヤクモがかわいそうだから冗談でも軽い気持ちでエイトから好きって言えないの。他の眷属には言ってるんですよ。ヤクモから好きですって言われても好きって
っていう返すことを躊躇してるような感じのエイト君が描写されています。へえ。でもそれでも返事がもらえなくても束縛はするんです、ヤクモ。うわそしてその次のイベントどうなっちゃうのって学校イベントありましたね。あったね、学校イベント。学生のもう激芋ヤクモ、めちゃくちゃ可愛い芋のヤクモ。これ窒息が間抜けな話だけどキスで窒息しかけるんですね。エッチの中だよ、エッチの中だけど死んじゃうって単語が出てきてドクッとくるわけですね、我々が。で本当に死にかけだったから本当に怖くって、でもこのままエイトさんを傷つけてしまうかもしれませんってヤクモが言ったらいいよって言っちゃうんです。エイトくん悪い男やな。そうなんです。エイトに肯定されるままに自身の暴力性を受け入れていくヤクモ。これね、憎いのがエイトくん全部プレイだと思ってる説っていうのがあって、それはちょっと超思った。強引なヤクモもいい感じっていう態度なんですね。そうか、エイトくん確かにそういうとこあるよな。そうなんです。でも死にそうだけど気持ちよかったっていう感じで、これはヤクモを安心させるためにおちゃらけているのか、本当にエッチで死にそうになっても俺らしいなで納得できるからなのか、ちょっとエイトくんの気持ちはわかりません。うん、両方ありそう。プレイヤーの頭の中によぎるエイト死ぬのでは。あ、殺されちゃう。そして迎えたこの秋のイベント。ありましたね。実際この先祖の大蛇っていうのがどんなことをしたかっていうと、冒頭でもちょっと言ったんですけど、妖獣の内なる黒い力によって大暴走の末、村を丸ごと巻き込んでエリア一帯を焼き払ったと言い伝えられていて、でヤクモはその逸話を恐れていて、いつか蛇の力が暴走していつか愛する人エイトを傷つけてしまうと頭のどこかで不安がっています。だからヤクモは暴力的な一面をエイトにさらけ出しながら同時に自身にも怯えてる。でビクビクして迎えたこのイベント、エイト君は生きていられるのか。イベント自体のあらすじが蛇族の仲間にお呼ばれしてこの悠久の谷に赴くというイベントストーリーでした。蛇族曰く大蛇が生まれて眠りについた場所には膨大な魔力がまだ残ってて、今それが突然異常現象を起こしている。で大蛇の末裔であるヤクモにこのエリアを修復してほしい。で悠久の谷でなんやかんやしていると血族が近いヤクモの魔力と共鳴して大蛇の記憶が流れ込んできてっていう、そういう展開で、ここでヤクモトゥルーエンドへの鍵が開きます。大蛇というのがそもそも大暴走して厄災をもたらした存在なんですね。だから自分もいつかそんな風になってしまうと思ってる。だけど実際はこの大蛇もまたヤクモのように心優しい人格の持ち主かもということが記憶の追体験で明らかになっていくんです。ヤクモはずっと自分の意思とは関係なしに暴走が起こると考えていたんですけど、大蛇は自分の意思で暴走したんです。人間のせいで奥さんが死んでしまってそれで暴走したんですね。だから暴走は必然でも偶然でもない、未来は変えられるんです。ヤクモはこの今までの暴力的な思想、エイトさんを食べてしまいたいとか他の人に嫉妬してしまうとか、これは大蛇の力が影響するもんじゃなくてヤクモの性格なんっていうのがヤクモはエイトに対して食べてしまいたいっていう気持ちになるのが大蛇の力のせいだと思ってた節がある。この暴力性は大蛇だから、僕が大蛇だからこんな風に考えるんだってヤクモちょっと思ってたんだけど、そうじゃなくてこれヤクモの性癖でしかないって。そうなんだ、ヤクモそうなんだお前。そうなのよ。正直言えばヘビの影響もちょっとあったかもしれない。そのいじめられた経験とか力があるけどコントロールできないっていうのが性格を形成する段階でちょっと影響あったかもしれないけど、さすがにヤクモ個人の感想なのよ、エイトに執着してるのは。これ大蛇の力のせいじゃないってヤクモが気づくこと、思い込むことが大事。暴走しないためには。そうやな、確かに。ってことに自分の性格やと。で気づいたのがこれ大きな進展だなと我々は思いました。そしてね、トゥルーエンドもバッドエンドも分岐が出揃ったヤクモ、次のピックアップイベントで彼はどう出るのか刮目せよ。どう出るのか。ありがとうございました。いやでもいいね、最後すごい大蛇の性格かと思ったらヤクモの性格やったっていうのを反映受けるわ。びっくりした。あのままさ泣き虫で終わるんかなと思ったけど、そういう方向に行ってたのね、ヤクモって。そうなんです。ヤクモってそうなんです。